こんにちは。ガオレンジャー大好き、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。今日発売された、おもちゃたちです。それでは見ていきましょう。ということで、ついに皆さん来ましたよ。この時がね、なんと、デラックスロボユニバースからはガオキング、そしてアクションヒーローからはガオレッド、そしてデラックス戦隊リングはギンガマン&ガオレンジャー、そしてサンバルカン&ジュオージャーという、もうガオレンジャー尽くしのね、商品がなんとこの令和の世に発売されました。嬉しいね。僕の初めて見たスーパー戦隊がガオレンジャーなんですよ。2001年かな。なので僕がだいたい4歳とか5歳とかの時なんですけれども、その時にスーパー戦隊にも超ハマって、で今まで来てるって感じですね。はい。いや嬉しすぎる。はい。で、あと今回こちら、このゴジュージャーと遊ぼうっていう雑誌がありまして、これに限定のね、はい、戦隊リングスペシャルデザインバージョンっていうのがついてくるので、これも4月末に発売だったので一緒にちょっと紹介しちゃおうかなと思います。はい。じゃあちょっと開けてみますか。ここら辺はもう大体中身わかるんで、これいきますか。デラックスロボユニバースちょっと開けてみましょう。いや、このさ、このガオキング形態がかっこよすぎてさ、デラックスロボユニバースめっちゃ楽しみなんだけど。はい。中身ね、どうなってるんでしょう。さてと。ここを開けまして、わ、でかっ。すげえ。詰まりに詰まってるわ。なんか大きいね。思ってたより。めっちゃ嬉しいんだけど。はい。そしてあとこっちの付録の方のね、戦隊リングもちょっと見てみましょうか。はい。さて、どんな感じで入っているのでしょう。はい。入ってるね。こんな感じなんだ。なるほどと。はい。それでは中身、取り出していきましょう。それでは、まずは戦隊リングから見ていきましょう。ガオキング見たい人は、コメント欄にね、タイムスタンプ載せておきますので、そこからね、飛ばして見ちゃってください。はい。それではまずは、こちら。はい。これが、スーパー戦隊シリーズ第5作目、1981年の戦隊、太陽戦隊サンバルカンのね、戦隊リングとなっております。はい。これ、ジャガーバルカンとね、はい、この、バルイーグルね、乗ってますけれども。いいね。で、これを回転させると、はい。これは、太陽かな？太陽戦隊だから。はい、こんな感じで。いいね。そして、てかね、今回発売されたやつ全部動物関連のね、戦隊なんだよね。っていうのもいいよね。うん。はい。そして、次はこちら行きましょう。で、これがスーパー戦隊第22作目で、聖獣戦隊ギンガマン1998年の戦隊です。はい。これね、はい、ギンガレオン。はい。で、このギンガレット、龍馬ですね。が乗っておりますと。で、これ回転させると、はい。この銀聖獣の状態ですね。ロボットの前の、状態なんですけど、ギンガマンってなんかもともと、戦隊が今までずっとロボット出てたから、そのマンネリを解消すべく、今年ロボット出さないでやってみようみたいな、感じのね、施策がされた戦隊でして、で、最初ね、全然ロボット出てこないんですよね。まあ途中から出てくるんですけど、っていうなんか面白い試みをしようとした戦隊でもありますね。はい。そして、次が、はい、こちらです。で、これが、スーパー戦隊第25作目、2001年の110戦隊ガオレンジャーです。はい、僕が一番最初に見た戦隊ですね。はい。で、これが、ガオライオン。はい。そしてガオレッドですね。が映ってます。で、これ回転させると、
はい。これ、いや、わかるかな？この牙に吠えるって書いて、これガオって読むんですけど、これ劇中で、ガオって時にこう出てくるんですよね。この漢字が。はい。結構これ熱いっすね。だから、かっこいいよね、この、ね、銀河じゃねえわ。ガオライオンとさ、ガオのさ、これ、めっちゃかっこいいんだけど。はい。素晴らしいね。ほんと戦隊リングのデザイン。そして、最後が、こちらですね。これ比較的新しいですね。スーパー戦隊第40作目。2016年の動物戦隊獣王者です。はい。キューブアニマルのこのキューブ状態ですね。1、2、3って書いてますけど。それと、獣王イーグルですね。はい。で、回転させると、はい。獣王イーグル、のこのね、キューブイーグルか。キューブイーグルだね。はい。が、こう変形した状態になってるって感じです。はい。そして、あと、一応、はい。これが、さっきの雑誌の付録のリングですね。はい。この全員いますね。50ウルフ、50レオン、50ティラノ、50イーグル、50ユニコーン。で、回すと、はい。この50ウルフがいなくなって、50ジャーのマークが出てくるっていう感じですね。はい。このキャンペーン系はね、まあ、音は、もう既存のやつなんですけど、まあ、こんな感じで、ね、テガソードのやつもありますし、ね、この一番最初のキャンペーンのやつもありますし、もう、戦隊リング全部集めたいですって人はもうぜひね、これもこの、まあ、絵柄が違うだけですけれども、まあ、かっこいいのでね、集めてみてはいかがでしょうか。で、ちょっとそっか、音声があるんだけど、音声はね、まあ一緒なんだよな、これ結局。戦隊の名前言う以外はもう一緒、まあ、なんですけど、まあ一応やっておくか。はい。行きましょう。はい、じゃあ、サンバルカン行きます。はい。この名前言う以外はもう全部音一緒なんでね。ここの光る色が違うとかかな。黄色でしたね、サンバルカンは。じゃあ次は、銀河マン。緑だね。じゃあ、ガオレンジャー。来た、赤だ。いや、ガオレンジャー赤なのめっちゃ嬉しいんだけど。じゃあ、ジオージャ行きましょう。はい。って感じですね。ジオージャ緑でしたね。で、あと一応、今回のこれもやってみますか。いきます。50ジャーっていうのかな。はい。50ジャーでしたね。はい。この戦隊リングはこんな感じです。まずはね、組み立てからやっていきましょう。ガオライオンはもうすでにね、この組み立てられた状態で入ってるので OK で、ガオイーグルですね。はい。まずはこの横に翼をね、はい、取り付けてあげましょう。はい、こんな感じで。ね、これ裏は塗装ないので、この塗装がある面を上にしてあげてください。で、尻尾ね、はい、このガオキングの顔がね、見えないように下に向けて、はい、尻尾にしてくっつけてあげると。はい、これでガオイーグルになります。そして、ガオシャークですね。ここを、はい、回転させて、これね、一番下に持ってきますと。で、フィンブレイドをここの尻尾にこうやってね、くっつけてあげれば、はい、これでガオシャークになります。そして、
ガオバイソンですね。バイソンは、まず顔をここに、はい、くっつけてあげて、で、この足になる部分ですね。これおもろかったんだよな。これをさ、こう2つくっつけてあげて、結構ガオバイソンって複雑な変形するんですけれども、こういう足をですよ。これを、こっちの後ろ側にこう、くっつけるっていうね。はい、これで、ガオバイソンをね、再現してる。これめちゃくちゃ面白いですね。はい。まあ、足はね、もう畳まれてる状態になってるので、ここの出っ張りが足っていうことだと思うんですけれども、面白いですね。はい。これでガオバイソンになります。そして最後、ガオタイガー。これはもうそのままですね。はい。これでもうガオタイガーですね。はい。それではね、ちょっと一個ずつしっかり見ていきましょうか。まずはガオライオンから見ていきましょう。はい、ガオライオンのね、見た目こんな感じになっております。写真で見たときは結構このアングルで見ることが多くて横から見れなかったんですけど、横から見るとちょっとここの隙間というか、あ、ここ長いんだなっていうのを初めて分かりましたね。ただ、この横から見れたことによって、このジョイント、これがこう後ろに畳まれてる、これがマジ当時品のガオライオンと一緒で、ちょっと当時品と並べますけど、これがあるのよ、ガオライオンって。このおもちゃ版にはね。うん。これ、もうね、ちゃんと再現でしょ、これは。なので、これ、意外な、まあ、誤算と言いますか、ね、新たな発見として嬉しいね。はい。で、もう合体後のようにね、もう前足とか畳まれてますけれども、うん、あとここもね、合体後、へこむんですよ、こうやって。まあ、なんですけれども、まあ、そこはしょうがないのかなと思いますかね。うん。で、まあ、ここのブロックたちが、まあ、ちょっと気になるかな。うん、それぐらいかな。うん。いや、まあ、全然、うん、あり。割とありぐらいの、うん。見た目ですね。まあロボット状態がかっこいいので、まあこれはまあまあ全然 OK ですね。個人的には。はい。そして次、ガオイーグルですね。これ完璧でしょ。ね。ガオイーグル、ね、はい、当時品と並べるとこんな感じで、まあちゃんとね、当時品はこの足があったりとか、結構ポージング取れるんですけど、まあこれはもう合体させるためのね、ものなので、うん。でも、しっかりガオイーグルのね、見た目として破綻してない、もう完璧な姿だと思います。素晴らしい。そして次は、ガオシャークですね。はい。個人的にガオシャークが意外と、なんか、ちょっと、なんか、あれだなっていう、なんていうのこの口が開いてて、ここにまあね、武器持たせるような穴がね、最初から開いてるとか、あとまあここがもう最初からね、伸びてるとか、あと意外とここが、まあ肩になるからね、大きいとか、この尻尾がね、本当はこう稼働して上にこう向くんですよ。これがかっこいいんだよね。このガオシャークは。なんですけど、まあこの状態。うん。まあしょうがないんだけどね。うん。で、裏側は、こうね、カバーをかぶせてる関係上、こう、ね、何もない状態になってるんですけど、まあ、しょうがないとしか言いようがないかな。ただ、塗装がもうめちゃくちゃ綺麗。このシルバーとか、ゴールドとか、ね。このガオシャークで一番重要なのってこのシルバーのさ、この頭の塗装だと思ってるんで僕は。なのでこれが綺麗なのがもうめっちゃ嬉しい、素晴らしいポイントだと思います。ここもちょっとね、シルバーだったらもうちょっとかっこよかったと思いますけど。次は、ガオバイソン行きましょう。はい、ガオバイソン。これもね、この角の塗装がめちゃくちゃ綺麗。ほら、ちゃんとさ、裏まで塗られてるって、これ素晴らしいね。うん。で、この造形もかっこいいんだよね。このカクッとした造形。はい、当時品と並べてみるとこんな感じになってて、まあ当時品メッキなんですけど、うん、こんな感じ。ちょっと太めなんだよね。角が。こんな感じで。まあなんだけど、このちょっとシャープなさ、ね、ちょっとこのデザインアレンジめっちゃかっこいいです。はい。で、まあね、元のやつがちょっとこう、ちゃんと足がね、あるのに対して今回は足がね、もう畳まれちゃってるとか、まあ細かいね、こういうゴールドの塗装とかがないのは仕方ないんですけど、この個人的にも僕当時遊んでた
子供の意見ですよ、が大人になった僕の意見としては、このガオバイソンってこの背中のこの丸み、これが個人的にガオバイソンだなって思う特徴なんですよね。それをしっかりここで再現してる、っていうのもちゃんとこのガオバイソンもこう足になる時にこの向きなんですよね。ここがつま先になって、でこっちが膝なんですけど、それが一緒なんだよね、ちゃんと向きが。なのでこの後ろの膨らみとかも当時品と同じ向きになってるので、ここら辺しっかりと再現されてていいなと思います。はい。ちゃんと目もねちゃんと全部塗られてるしね。はい。そして最後ガオタイガーですね。はい。ガオタイガーこんな感じになってます。当時品と並べるとこうですね。はい。でまあここがねもうすでにあるっていうのはしょうがないか。本当はこっちにあるんですけど、これ稼働するので。で尻尾がないとか、これかな、これ尻尾なのかな、この造形丸いね。であとは黒い塗装がないので結構白いんだよね、ガオタイガーが。とかかな。であとはこの足があるだけ個人的にはありがたいと思ってて、大獣人の時のサーベルタイガーがあんまりね足っぽくなかったんですよ。なのでこのガオタイガーはつながってるにしろ、ここがねつながってるにしろちゃんと横から見た時に足だなっていう造形になってるのが嬉しい。ここがね出てるのはしょうがないかな。であと裏側がもう、ね、こんな感じのもうカバー肉抜きの感じになってるっていうのはこれはねフレームにこれをかぶせるっていうこのおもちゃの特性上しょうがないかなとは思いますね。はいって感じです。それではねちょっとこのちょっと待ってこれ当時品が紛れ込んでましたけど、これをデラックスロボユニバース版を合体させる前にちょっとデラックス版でちょっと皆さんにお見せしたいものがありまして、これロボットに合体する前にいくつか、あるんですけど、その中間形態みたいなのが、それ一回ちょっとやらせてください。まずはこのガオバイソンね、足をこのように、こう変形させて、でここをはいパカッと開きます。でこれが面白くてさ、ガオバイソンの変形が一番おもろくて、はいこうなるんだよね。まず開いて、でさらにはい伸びる。これがめちゃくちゃ面白いガオバイソン。はいでこっから車輪を取り出すと、はいでここもちゃんと全部ね車輪がついてるんだよね。はいでこんな感じになりますと。で、ここ閉じて、はいでちょっとここにさらになんかこういう養生パーツがねつくんですけど、これは、こうだからこっち向きかな、こうですね。はいこれをここにこうやって乗せてあげて、はい僕養生パーツね昔からねあんま好きではなかったのでこれは全然使ってなかったんですけど、一応はい、ここに、このガオイーグル乗せて、で、このガオライオンですね、ガオライオンをここに乗せてあげて、で、このホワイトタイガー、ガオタイガーね、はいここに乗せて、ちゃんとこの穴にね足を入れると安定するんだよね。はいこうやって乗せてあげて、でこのガオシャークがここにランディングギアがなんとあるっていう、すごいよね。殺そうこ絶対させようっていう、はい、心意気がありますけれど、はいなんとこれでタンクモードになります。はいなんと当時品タンクモードなるものがね、はい存在しているんです。ただこれは劇中に登場したモードではなくて、この当時品のおもちゃのオリジナル合体みたいな感じだったので、これは別にできなくても、全然個人的には OK ですね。当時品で僕こういう遊び方多分開けて1回ぐらいしかしてなかったと思うんで、全然ね OK ですけど、一応ちょっとやってみましょうか。できるのかっていうところ。はいまずまず無理か。もうこのガオバイソンの足が伸びるっ
っていうことがないから、あれか、他のさ、ね、このデラックスロボユニバースのフレームをこうつなげて、頑張って再現するしかないのかな。と思いますね。あとこのガオバイソンの頭がこうくっついてくれればね、完璧なんですけど、ジョイント的に多分それも難しそうですね、これは。一応僕ね、これ2個買ったので、もう1個のこれを、足のこれをくっつけてみるか。はい。ただ、こっからまた困るんだよな。こっからどうやってこれができたとして、もうこう置くしかないんだよね。ここがくっつかないから、なので、ちょっと、ここがもうどうしようもないですね。だからもう無理やり、なんかここにこう台座とかを置いて、で安定させて、これもちょっとこう立てかけてって感じかな。まあ無理にね、このモードは再現しなくてもいいんだけどね。はい。で、ここに頑張ってガオライオンとガオイーグルをこう立てかけて、ちょっとここ狭いね、やっぱり。何もないと。ここにガオタイガーとガオシャークを乗せられるかって感じなんですが、はい。なんか、ちょっとギリ滑るな、このバイソンの背中丸いから。これでデラックスロボユニバース版タンクモードになります。まあね、もうこれはもう再現、無理やり再現ですね。はい。この一応ここのさ、ガオバイソンとガオキングじゃない、このガオライオンがさ、このジョイントでくっつくので、もうそのままこう立てかけて、あとはもうここはね、他の、デラックスロボユニバースのこう素体から持ってきたって感じで、あとこれはもう絶対に上に2つ乗らないので、もうマスキングテープでね、もうくっつけるしかなかったですね。はい。なので多分このモードね、無理やり再現したい人もそんないないと思うんですが、一応、ここまですればできるよっていうのをちょっと、お伝えしときたいなと思って、はい、やってみました。こんな感じです。それでは次は、またね、合体する前に再現しておきたい中間形態がね、もう一個ありますのでやっていきましょう。まずは、ガオバイソンからいきましょう。ここ開いてあげて、はい。こっちも、はい、開いてあげて、で、ここの足ですね。これをまた、このように車輪出しておきます。はい。で、次が、ガオライオンですね。ジョイント出して、はい。で、足を回転させて、ちょっとね、畳んであげると。反対側も畳んで、尻尾を下ろす。これはまあいいか。はい。で、この前足も畳みます。で、この状態にして、で、こうですね。はい。OK で、次は、じゃあガオイーグルね。はい、イーグル。イーグルはもうこれでいいね。はい。このままで OK で。で、次ガオシャーク。はい。ここ。ランディングギア。畳んで、ね、ヒレを畳んで、で、ここを、はい、伸ばしますと。で、この尻尾も一旦こう外しましょうと。で、最後、ガオタイガーですね。これが足。ここね、ワンクリック外に開いてあげて、で、ここに足をこうやって収納して、で、閉じると。はい。反対側もワンクリックで開いて、ここに足を収納して閉じる。で、こっちの足も、はい、こうやって畳んであげて、で、尻尾をここにね、畳んであげて、これ美しいんだよな。ここの尻尾とこのしましまがほら一致するんだよね。これ気持ちいいんだよね。はい。で、ここ尻尾が入るからここが分割されていて、で、このクリックもね、気持ちいいんだよね。はい。で、前に持ってきてあげて、で、ここ割れてるんですけど、真ん中でこうカチッとね、はい、合わせてあげられると。はい。この状態にしてあげたら、ここの上ね、ここに、まずはガオライオンを、はい、取り付けます。反対させて、で、はい、こうだね。
はい、回転させて、ガオシャークを、はい、くっつけます。で、反対側にガオタイガーね、くっつけてあげて、で、最後は、ここにね、ガオイーグルを乗せるだけですね。5人の戦士の心が一つになるとき、宝珠が輝き、気高き猛獣に歌いかけます。はい。これで中間形態になります。はい。これを再現したいわけなんですよ。合体するときに、毎回この形態になるんでね、この全部の顔がこう前に向いてる。これがかっこいいわけです。はい。これができるのかどうか、ちょっとやっていきましょう。なんかいけそうな気もするけどね。もうそのままもうこれは、ここにくっつけちゃっていいよね。はい。ジョイントでくっつけて、で、ここの腕のジョイント出して、で、はい、ガオシャーク、ここ、尻尾外して、で、ここに、これくっつけるときに、こう何も考えずにくっつけようとすると、バチって言って、このジョイントがね、後ろに下がっちゃうので、ここ押さえながら、はい、こうやってくっつけてあげると、うまいことくっつきます。反対側もね、こう押さえながら、はい、くっつけてあげると。で、こうやって、ワンクリック、ちょっと内側にやってあげると、それっぽいかもしんない。こうやって、はい。で、こうやってあげて、で、ガオイーグルをここに乗せてあげる。これでいいか。すげえできた。はい。これで、デラックスロボユニバース版での中間形態になります。おい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 。ちょっとこれできるかできないかで、だいぶ満足度変わりますので、素晴らしいね。すごいんだけど。嬉しい。ちょっとこれ、マジで嬉しいな。これできるの。これ載せてるだけだけど、全然 OK。これは。もうこれがもう完全にジョイントでもうくっついてるから、すごいね。はい、もうそれだけで満足ですわ。はい、こうやってやってあげて。すごい、このまとまり感。ね。いいね。素晴らしいよ。はい、こんな感じで。しっかり再現できちゃいますね。それではこの状態からガオキングに変形させていきましょう。で、当時品からやっていくんですけれども、実は、この中間形態から分離せずに劇中通りに変形させることはできなくて、一旦ね、ここ分離させます。本当は劇中だとこのままこう足がね、こうバシってこう来て、で、ここが回転して、で、なるんですけど、ほら、ちょっとここね、回転できないんですよね。この状態だと。ちょっと干渉しちゃったりとかいろいろするんで、ちょっと怖いんで、外します。はい、本来であれば外さずに、このまま、こう、ギュイーンってね、足が回転するっていう。このギミックが面白くてね、ガオバイソンは。はい、ここの三角の分割。これが面白いんだよね。はい。で、足を、はい、閉じます。で、この部分もこうやってね、収納してあげると。はい。で、ここに、はい、ガオキングを、はい、このように取り付けてあげて、で、こうですね。はい。で、腕を下ろして、で、回転させます。はい。で、こっちも、このように頭ちょっと回転させてあげて、で、フィンブレードをここに、こうやってね、ちょっと差し込んで持たせてあげるって感じですね。はい。こうやってあげて、で、次、ここですね。この部分をカポッと、はい。こうやって押し込めると、これもね、おもろくてね、はい。ここの、はい。隙間がないんだよね、この状態だと。ただ、ここを押し込むと、隙間ができます。はい。隙間ができることによってね、はい。この、はい、ガオイーグルね。これを、ここに差し込んであげて、はい。で、この隙間に、この羽を、こうやって装着させてあげて、で、はい。で、これがちょっとでかい縦紙みたいになると。はい。これだね。この装着させてからバイソンと合体させるべきだった。はい。で、
こうやって上げて、最後に頭を回転させれば、これで当時品のデラックスガオキングになります。はい。最高だね。はい。それでは、このデラックス当時品ね、の変形が分かったところで、こちらのデラックスロボユニバース版もね、やっていきましょう。これはこのままいけるんじゃないか。これを後ろ外してあげて、はい。こうやって外して、で、ここも外して、で、裏返して、この下の方の真ん中ですね、のジョイントに取り付けてあげると。で、腕を下ろして、はい。で、ここも回転させてあげると。頭もね、回転させる。いいね、ここ回転できるの必須だからね。で、足を分割して、で、この下の部分に取り付けてあげますと。はい、ここ腕挟まないように。指とかね、挟まないように気をつけてください。はい。反対側も、こうやって、はい、合体させてあげると。そして、これだね。そう、これが、この羽を外して、ちょっと一旦この頭も外して、ここに、こうやってね、はい、くっつけるんだよね。ここのジョイントに。この羽を。こうやってくっつけてあげて、で、このイーグルね、ここにジョイントくっつけてあげて、そしてガオライオンの頭をくっつけると、すごいめっちゃ綺麗、ここ。ね。一体化してますね。で、そしたら、最後ガオキングの頭を取り付けてあげて、で、フィンブレードですね。これも持たせてあげれば、これでデラックスロボユニバース版ガオキングになります。はい。ということで、この当時品と並べると、こんな感じになってます。いや、これすごくない？すごいんだけど。いや、これね、ガオキングも当時からすると、もう綺麗なハの字立ちしてんのよ。なんだけど、プロポーションもすごいいいんだけど、やっぱりデラックスロボユニバース版で、さらに現代風にね、こうアレンジも加えられ、プロポーションもね、このフレームに合わせてこうかっこよくね、こう背の高い感じになってね、めちゃくちゃかっこよくなってるね。バランスすごいわ。いや、これは大満足ですよ。当時子供だった僕からしても素晴らしいね。全然メッキとかなくても、ほんとかっこいいね。やっぱり元のデザインが素晴らしいのに加えて、このアレンジも今回すごい素晴らしいと思います。で、最低限の塗装ではあると思うんだけど、ちゃんと要所要所はちゃんと抑えてるんで、必要なところはね。なのでめちゃくちゃかっこいいんだけど、やばい。ちょっと今までのデラックスロボユニバースで一番好きかも。ちょっとこれ思い出補正入ってると思いますけど、一番かっこいいね、やっぱり。やっぱさ、当時見てた戦隊ロボって、やっぱ一番かっこいいって思っちゃうんだよね。顔もさ、ほらかっこいいし、ね、こことかすごいよ。これちゃんと再現してるの。このバイソンもめっちゃかっこいいしさ、ここのさ、ほら、このモールドとかさ、新たに追加されて、いや、めちゃくちゃかっこいいね。素晴らしいです。これは。はい。素晴らしすぎます。そして、デラックスロボユニバースはね、こちらのテガソードを持ってる方であれば、この腕ね、外してあげて、で、このデラックスロボユニバースの腕もね、外してあげて、で、これをこっちに、はい、取り付けるみたいな。はい、こういう、若干後ろに干渉するけど、はい、こんな感じかな。はい、こうやって、こう乾燥合体させることができます。いや、この乾燥合体もね、ガオキングといえばなんです。このガオキング結構腕を、こう、他のね、ロボットっていうか、キリンとかさ、いろいろいるんですけど、こう、腕外してそれに合体させるみたいなのがあるんですけど、
それがね、当時革新的だったわけなんですけれども、それを、なんかできてるみたいで、ちょっと熱くなるね、これは。はい。で、こっちのテガソードの腕を取り付けることもできると。はい。まあ、ちょっとこう細いから、まあ、微妙かもしれないですけど。はい。で、個人的には色で揃えたいんだけど、この、あれだな、テガソードブルーだと、もう右腕になっちゃってるから、これやると反対になるんだよな。うん。かといって、これを反対にするとどうだろうか。はい。あ、これ反対だとこれが固定されないのか。難しいかってなると。はい。あ、なんか、ちょっとまあ微妙かもしれないけど、まあ一応いけるね。はい、こんな感じで、テガソードブルーにね、くっつけることもできると。ガオタイガーはちょっと、テガジューンとかが発売されたらこうつけたりしてもいいかもしれないね。白同士だから。はい。こういう遊びもできます。そして、こちらね、他のデラックスロボユニバースのおもちゃを持っていれば、もちろんね、はい。こうやって、まあ、腕以外もそうですけど、まあ、今回一応腕だけにしておきますけど、こうやって乾燥合体させることができます。いや、このさ、もうマジユニバースだよね。ほんと時空を超えてさ、この他の戦隊ロボットの腕の乾燥をこのガオキングで行えるっていう、激アツすぎます。さすがにこれは。はい。で、こうやって反対もね、はい、こうやって取り付けることができると。はい。こうやって腕をね、交換することもできると。いや、おもろいね。なんか、このガオキングは、もうバイソン、この黒が結構足ね、締めてて、で、さらにこの大獣人の黒い腕も加わるから結構黒が多くなって、これはこれでかっこいいね。しかも色的にもまとまってるよね。黒、赤、黄色。で、あとちょっと白みたいな。かっこいいです。こっちの大獣人もね、なんか青増えて、なんかちょっと可愛くなったよね。うん。コミカルさがちょっと増したかなっていう気がしますけれども。はい。こうやって組み替えて遊ぶこともできます。そして、さらにデラックスロボユニバースは、はい、こちら僕はね、2個買いしてますので、このガオキング2体合体させちゃいましょう。これで、ガオキングになります。いや、ちょっと今回はね、ちょっと言い訳させてください。いつもね、もうちょっとこう足をいつもだとこう長くしてくっつけてるんですけど、今回のガオキングね、この足の下、まあ一応ジョイントはあるんだけど、うん。まあでも、こう、カバーで閉じられちゃってんのね。だから、こう下にこうくっつけようとしてもくっつけられないんです。なので、このガオキング2体合体させる上で、じゃあどう足を使おうかってなった時に、ちょっともうこれがもう苦渋の決断でした。はい。で、まあ、あとは、まあ、いつも通りこの肩ですね。肩をこう2つつなげてとか。でもフィンブレードね、こう下の方にもくっつくかなと思ったんですけど、ちょっとこう、ね、すぐ落ちちゃうっていう、はい、のはありますけど、まあ横にすることであんま落ちにくくしてるっていう。あとこれ立たないです。はい。なので壁に立てかけてますけど、はい。あとはまあ、ちょっとこう左右非対称になっちゃってる。っていうか、これなんか真ん中にね、なんかつけたかったんですけど、まあちょっと無理でした。はい。と、あとは、なんだろう。はい。まあこんな感じで、もうちょっとバイソンの顔もかっこいいところにやりたかったんですけど、まあちょっと無理だったね。はい。で、まあでも、こう全部一応ジョイントとかでくっついてるっていうところだけいいかな。余剰なしで全部ジョイントでちゃんとくっつけてるところが、まあなんというか頑張ったポイントというか、一応いいところですね。これに関しては。はい。まあただ個人的にね、このデラックスロボユニバースの最大限の遊び方って、余剰なしを目指しちゃうとできないと思ってて、余剰なしとか気にせず、たくさんもうガッチャガチャに組み合わせるのが、一番この遊び方としては合ってるんじゃないかなと思ってます。まあ、僕はあんま余剰あるの好きじゃないんでこういう遊び方してますけど。はい。まあ、って感じです。それでは最後、アクションヒーローのガオレット見ていきましょう。はい。ガオレットの見た目こんな感じになっております。いや、まずは
このガオレットをね、出してくれてありがとうございますって感じですね。いや、嬉しいね。はい。いや、で、塗装がもうめちゃくちゃ、ね、ちゃんとこのバックルの造形とかもすごいし、もうこのさ、胸のこのマークとか、ここのね、ラインとかもめっちゃ細かいし、金色綺麗だし、何よりこのマスクね、ここちゃんと牙白くこう塗ってくれてるのとか、この黒いのもそうだし、目もね、ちゃんと金だし、このマスクっていうか口、シルバーになってたりとか、めちゃくちゃ嬉しいね。まあね、この裏面はちょっと省略されてる部分もあるんですけど、塗装がね。まあでもこれだけ塗られてれば、全然前から見た分には、いいんじゃないかなと思います。で、あと武器ね。はい、この10億円もう造形的にはもうめちゃくちゃね、しっかり再現されてるので、ちょっと塗りたいですね、これに関しては。塗装ないのはもうしょうがないとして、もうこの、ね、この、ガオレットの塗装がすごいから、なので、これはしょうがないかなと思います。はい。ただね、ちょっと、なんか、何なんだろう、なんかね、当時見てた僕からするとなんかちょっと違和感があって、顔が大きいのか、体が小さいのか、てか細いのかな、いや、なんかわかんないですけど、なんか違和感あるんだよね。顔が大きいのかな。はい、ちょっと50ウルフと並べるとこんな感じになっております。なんかちょっと顔が大きく見えちゃうんですよ。なぜかわかんないですけど、本当に大きいのか、バランス的にそうなのか、それともただ僕の勘違いなのかわかんないですけどね。ただ、ちゃんとね、造形的には、これ筋肉の感じ、ね、胸筋とかさ、この三角筋のこの盛り上がりとかさ、もうこのメリハリがすごいつけられてて、こう、結構シンプルなね、スーツなんですけれども、その造形、で、中のこのスーツアクターさんのがね、いるような、このメリハリ、人間としてのメリハリみたいなのがしっかりつけられてて、いいなとはね、思いますけれども。なんかちょっと違和感あるって感じかな、これに関しては。ただ、しっかりね、こう可動がありますので、この腰も回るし、めっちゃ可動あるんでね、いろいろポーズね、取らせることができるのでね、はい、こんな感じで、はい、それは素晴らしいと思います。はい。ということで、今回のデラックスロボユニバース、ガオキング、アクションヒーロー、ガオレット、そしてデラックス戦隊リングのレビューいかがだったでしょうか。まずは、デラックスロボユニバース、ガオキング、素晴らしい。いや、これはもう、もう何も言うことはないかな。やっぱ当時遊んできた身としては、このガオキングがまず発売されるだけで嬉しいし、で、このデラックスロボユニバースのラインナップから見ても、ガオキングの今回の仕上がりはすごいいいんじゃないかなと、個人的には思ってます。で、次、真剣王かな。あれもすごい楽しみですね。はい。なので、いいんじゃないかなと思います。そして、アクションヒーローガオレット。これもね、こうやって並べられるっていうのが嬉しいよね。アクションヒーローさ、こうやって同じね、大きさなので、他のアクションヒーローのね、レッドとかと並べても楽しくなるんじゃないかなと思いますね。で、なんかアクションヒーロー、他のね、50ウルフ以外の、ね、メンバーも出そうなんで、それも楽しみにしたいと思います。あとは、戦隊リングね。戦隊リングはもうなんか集めて楽しいんで、絵柄とか見てても。なので、集めたい人はこう、頑張ってね、集めていきましょうという感じでしょうか。はい。ということで、皆さんもね、何かコメントありましたらお願いします。僕も買いました。でもいいし、ガオレンジャー見てました。でもいいし、ガオレンジャー知らないけど、買ってみましたとか、何でもいいので、コメントしてみてください。ということで、今回の動画は以上になります。いいなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、X、TikTok、Instagram のフォロー、チャンネルメンバーシップも始めております。限定スタンプが使えたり、限定動画見れます。あとグッズも発売してますので、よかったらチェックしてみてください。以上、スタルケルでした。